今日は西本勇樹赤糸創造店にお客様がおいでになっております。ハイスタンダード、そしてナンバー69の難波明宏さんです。はい、ようこそおいでください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。西本勇樹の絵を見ていただいたわけなんですが、率直な感想を教えてください。僕は今まで体感したことないものに出会っちゃったみたいな、それが最初の本当に率直な、すごいエネルギーに合っちゃったなみたいな感じです。ありがとうございます。西本さん、はい、それを聞いてどういう気持ちになりましたか？今回の展示会ご覧になられて、僕結構ずっと済ましてたんですけど、はい、だってハイスタの難波さんですよ。僕ロックで育ってたんで、本当に大好きでしたから、本当にその難波さんが僕の作品を見に来てくれただけで僕は本当に嬉しいです。で、ご感想もいただけると本当にありがたいです。ロックを感じたんですよね、作品。でも書くときにやっぱり意識してるのは、音楽でもステージってその一瞬一瞬で過ぎていくじゃないですか。自分もそのステージに立ってる気持ちで書いてるのはちょっと意識はしてくるかなと思って、だから多分そのライブペイントって僕するんですけど、なんかそういうのもなんていうかちょっとロックに近いことかなって。僕きっとライブの前はそこ何か整えてるんですよ。戦ってるんだと思うんですよね。今までの自分とか、そこにこれから挑む、そこにステージに立つ瞬間の、そこに向かう自分になれるかどうかっていうところ、そこの戦いがある。同じだと思うんですよね。きっとその時は絶対もう自分とは戦ってるし、何かと戦ってるんですよね。それが作品になってるんでしょう。いや、もうそれが答えだと思います。この自画像を描いたんですね、今回。その自画像って皆さんが思ってるような自画像ではなくて、もう血の塊でできた自画像なんですよ。あの時の気持ちっていうものを西本さん自身言ったらどういう気持ちだったんですか？もう本当にみんなが抱えているアーティストさん、やっぱりこのコロナの渦になって出したいけど出せないっていうまんまのもうそのもの、本当に一番感じた自分そのものっていうのを書いたんですよね。僕一番好きだったんですよ。最初見た時にもう一番かっこいいと思った。自分を感じたんですよ。あれは難波さん自身にリンクしたというか。そうなんですよ。自分だって思ったんですよ。呼ばれたんですよ。引き寄せられた、そんな感じします。本当に。本当ですか？写真送ってくれたじゃないですか。写真送ってみました。この作品です。まさにこれです。焼き上がった瞬間、見た瞬間写真だったんですけど、見に行かなきゃって思ったんですよ。この作品に会いに行かなきゃ、この方に会いに行かなきゃっていう、その時本当震えましたね。初期衝動というか、そういう衝撃が音楽にもあるんですよ。すごい音楽に出会った時、同じなんですよ。震えるんですよ。やっていけるって思うんですよ。その時生きていけるって分かります。アートってきっとそういうことだと思うんですよ。自分やその方たちが例えば成し得てないこととか、理想としていることとか、まだそれを実感できてないこととか、その音楽やアートを見ることできっと補ってくれてる、そこを後押ししてくれる、西本さんはこの世界がきっと僕を補ってくれるんじゃないかって、ライブに行く感じですね。もうなんかすごいアーティストが来日した時に行かなきゃって感じ。だから本当もう来ましたけど。西本さんはハイスタンダードの音楽を聴いてどういう風な燃え方をしてたんですか？燃え方というか、もう本当にすごい、パイオニア、もう本当に音楽があればなんかみんな一つになれるっていう、環境にいたママさんたちと作ってくれたその音楽の文化があって、そこで育った僕らのこの30代の世代だと思うし、で本当にそういう風に育ってきて、絵を描いたので、しかもそれをご本人の前で初めてこう伝えさせてもらえるっていうのはすごく嬉しいですし、30代を代表して伝えてる。そうですね。西本さんは音楽なんでしょうね。僕も本当は自分がやってることアートをしてるって言いたいけど、でもやっぱ逆に僕は絵描いたり、アーティスティックな活動をしたかったです。それは憧れあります。もう絵めちゃめちゃ下手だしできない。
音楽ってもちろん誰でもできるんですよ。歌なんてね、誰でも歌えるし、うまいのじゃないんですよ。音楽ってもう生きてることだと思うんですよね。生きてること、心臓で鼓動、ビートを奏でてますね。きっとこれもサーとかカリカリとかやってる時に火の音とか西本さんの音楽なんですよ。で音楽はもうみんなが生まれた時からやってることだと思うんですよ。いいですね。それも南本さんの言葉からすっごいもういろいろ作りたくなってきて、あらま映像とか書いてもいいんじゃないですか。ごめんなさい、勝手に今こうふわふわふわってこう何かを奏でてる、生きてるっていう、すごいワードが入るとこう、僕はもう逆に音出まくりですからね。もう早く帰ってもなんか作りたいです。これから音が出てる。全部の作品からもね。逆に誰か一人でもいないと何かを作り出すっていうことは多分しないと思います。それでも誰か一人がいたら何かを伝えるっていうですね。そういう意味では本当にもうその生活の時点で誰かが大事し、そう一人っていうワードで今思ったんだけども、今すごく孤独に悩める人がたくさんいると思うんですね。僕のところにもツイッターなどで、自分はこの世からいなくなってしまうみたいなことを言ってくる人がたまにいるんです、その時に言っているのは、絶対一人じゃないっていうんですよ。もちろん一人じゃないですよ。一人でこの世に生まれるわけないから、まずお母さんとお父さんがいて、今きっと確かに俺は一人だ、孤独だって思ってる人はそれを感じにくいかもしれないけど、必ず誰かとつながってるんですよ。生きていれば、だって必ず身につけたりするじゃないですか、何かを。それは誰かが作ってるわけです。確かにそうですね。何かを食べてればそれを生産する人がいるわけですし、絶対誰かとつながってるんですよ。でしかも今インターネットがあるんだから、それで発せることもできるんですよ。だけどそれが僕のところに来た場合、必ず言ってるのは、俺は君が必要だって言ってるんですよ。とにかく来いと、ライブに来い、最後だと思っていいから来い、俺はお前が必要だって言ってるんですよ。できっと西本さんの作品もそのエネルギーがあるんですよ。で本当に悩める人たち、どういけばいいのか分かんない人たち、見てほしいですね。感動しい。この西本さんがこの破壊と創造というテーマで描いた絵というものはこれで終わりかな？いや全然これは始まったばっかりで、これはなんか自分にとってのその画業のまたスタートだと思って、約10年ぐらいその墨絵というものでその竜を描いてあったりとか、アスリートだったりとか、そういうのをずっと描いてたんですけど、今回は本当にもう全てのその自分のイメージされているものを本当に壊しにいったというか、全部こう自分を変えたくて、不器用にでも筆を走らせたくて、ただね、生さんはじめいろんな方が見に来られるんだったら、本当は墨絵でポーズのいい、バランスのいいかっこいい竜を描いたりとか、その方がいいんじゃないかと思ったんですけど、そこも全部一回振り切ってやったので、破壊と創造と同じことなのかもしれないですね。僕も実は今おいくつでしたっけ？32です。32、そうだな、僕は20だったかな、音楽業界という漠然とした中で活動していなきゃいけない気がしたんですよ。だけどそこにはまれなかったんですよ。はまる場所がなかったんですよ。そこで、若かったんで、既存のものを全部ぶっ壊してやれって思ったんですよ。今はそういう発想ではないんですけど、じゃあぶっ壊してやるよって思ったんですよ。それが原動力だったんですよ。でも振り返ってみると作ってるんですよ、めちゃめちゃ新しいことを。なるほど。自分の居場所がなかったから作ってたんですよね。壊しながらバーってこう、だから破壊と創造ってもしかしたら生きるってことなんですかね。そうですね。新しい挑戦としてどういった形でこのたくさんの人たちに音楽としての喜びを与えていくか、そういうビジョンを持っていらっしゃるのであれば教えていただきたいなと思って。いや、人生を楽しみたいですね。実は自分事なんですよ。人生を楽しみたいんです。そしてそれを楽しませてくれる人たちに感謝して、恩返ししたい。恩返しですか？
生きるっていう生きようぜってメッセージを伝えたいですね、はい、すっごい今日のこのトークセッションいろんなたくさんの熱い言葉をいただいて、心臓だったり破壊と想像は同じであったりとか、本当にいろんな言葉を今日いただいたんですけど、そういう意識を持って作品を作っていけば誰かにはやっぱり届くと思っているので、それはやっぱちょっと今日すごい考えさせますし、今後やっていきたいなと思いました。今日は南田さんと西本さんのこのお話を今日は聞かせていただいたんですが、内容の濃いお話になりました。本当にお二人には感謝しかありません。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。本当めちゃめちゃ応援してます。ありがとうございます。